こんにちは、ガウスマンの相棒のボルトです。この動画は、東京観光両国編、江戸東京博物館の館内全編紹介となります。大規模改修のため、2022年3月末日を最後に約3年間、全館休館とのことで、館内全編を紹介することとしました。ですので、少々長くなりますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。まずは、両国駅への移動手段ですが、東京駅から JR 山手線にて、秋葉原駅へ。秋葉原駅から JR 総武線にて両国駅へと、電車にての移動となります。それでは、本編スタートします。常設展示室に到着しました。6階と5階に展示してあるのですが、6階からの順路となっています。常設展示室は江戸ゾーンと東京ゾーンとに分かれています。展示室は動画撮影やジンバルの使用が NG とのことで手ぶれがあります。できるだけ見やすく編集しますのでご理解ください。まずは、江戸ゾーンからのスタートとなります。そして、日本橋を渡ると、江戸ゾーンとなります。江戸時代の日本橋の全長は約51メートルで、幅が約8メートルあったそうです。そして、このレプリカの全長は、江戸時代のものより、北側半分のみを復元したそうです。それでは、ゆっくり、日本橋を渡ってみます。ここでは、寛永時代の町に、の家、大名屋敷や、幕末の江戸城御殿を、縮尺模型で復元し、江戸城を中心とした町割りの様子を見ることができるそうです。また、将軍家や大名家に由来する歴史資料の数々も展示しています。
この模型は本丸御殿、二の丸御殿の幕末期における様子を復元したもので、本丸御殿は江戸時代における最も規模の大きい木造建築群の一つだったそうです。この木造は徳川家康の等身大と言われているそうです。大名のお姫様が乗っていた籠も展示されています。お姫様が乗るだけあって女性らしいデザインであったことがわかります。こちらは現在の岡山県にある津山の大名が江戸まで参勤交代の際に使用していた籠のレプリカです。そして実際に乗ることができます。それでは5階の展示室へ向かいます。次のコーナーは町の暮らしとなります。実物大の長屋のレプリカや展示物にて当時の江戸庶民の暮らしを見ることができます。現代の私たちの生活に直結するような当時の衣食住についての資料を展示し、また町の施設や江戸で起こった災害や病気などに関する資料も展示しています。町人で形成された消防組織火消しが使っていたまとい、実際に持って振ったりすることができますが、重さはなんと約15キロもあります。こちらは江戸時代に時刻を知らせていた時の鐘です。当初は江戸城内に一つだけだったそうですが、最終的には9つあったそうです。
ちらは声桶です。実際に担ぐことができます。糞尿を回収するための桶ですが、そこそこ重いです。それでは、江戸時代の庶民の住居、長屋のレプリカを見に行きます。展示されている長屋は、棟割り長屋といい、一つの長屋を薄い壁一つで仕切り、棟割りにして何世帯かが住めるようになっているようです。次のコーナーは出版と情報となります。このコーナーでは書物や錦絵の制作から販売に至るまでを紹介し、人々が読んだり見たりした多彩な出版物を展示しています。こちらは屋台形式だった当時のお寿司屋さんのレプリカです。一貫が現在のものよりも大きかったことが伺えます。またシャリ自体が少し赤みがかかっているのもが伺えます。これは当時安価な赤酢を使用していたことを表現していると思われます。細かいところまでこだわって再現していて非常に素晴らしいレプリカです。お蕎麦屋さんも屋台形式で、こちらはテレビの時代劇でおなじみのスタイルです。引き出しにはお蕎麦があり、こちらも細かいところまでこだわって再現しています。こちらはボテ振りといって、行商人が魚や野菜を入れて売り歩くときに使用していたものです。また桶の中のものにもこだわりが伺えます。こちらも実際に担ぐことができますが、そこそこ重いです。次のコーナーは江戸の商業となります。このコーナーでは物資の輸送がどのように行われ取引されていたのか、また貨幣はどのように用いられていたのかなどを取り上げています。
そして、このレプリカが上方と江戸を結んだ物資輸送船、檜垣海戦です。こちらは三井越後屋江戸本店のレプリカです。現在の日本橋三越本店で三井財閥の源流となっているものです。三井越後屋によって現代では当たり前となった店先売りや現金掛け値なしといった現金取引による店頭販売など新たな商取引が始まりました。次に紹介するコーナーは、江戸の四季と盛り場となります。このコーナーでは、江戸の人々が自然と深くつながりながら、季節ごとの多彩な年中行事について取り上げています。こちらは、神田祭で使用した出汁を原寸大で復元したものです。その大きさに圧倒されます。しかし、今ではほとんど目にすることがありませんが、こちらは当時の両国橋と西詰の広小路がジオラマで再現されています。見せ物小屋や屋台などが立ち並ぶ江戸の名所だったところだそうです。また、隅田川には屋形船があり、船の引き波まで再現されているジオラマです。こちらは神田祭の華やかで壮大な行列のありさまを代表的な出汁やみこしなどを抜き出して復元したそうです。こちらもとても細かく作られていて非常に素晴らしいレプリカです。江戸ゾーンの最後のコーナーは芝居と有利となります。このコーナーでは舞台や芝居小屋の変遷と幕府公認の遊郭であった吉原の成立と変遷について展示してあります。江戸時代の娯楽の一つであった歌舞伎、その舞台が忠実に作られたレプリカが展示されています。こちらは芝居小屋の縮小レプリカです。細部までとても精巧に作られています。さらにこちらは江戸時代の代表的な歌舞伎の芝居小屋である中村座。その中村座の正面部分を原寸大で復元したそうです。いかがでしたか？思いのほか動画再生時間が長くなってしまったので分割して紹介します。今回は江戸ゾーンまでの紹介となります。
残り半分の東京ゾーンは次回に紹介します。続けて見てもらえると幸いです。よろしくお願いします。気に入っていただけたならチャンネル登録のご支援をお願いします。